皆さん、こんにちは。今日もさやジャパニーズポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。SNS とか、ドゥームスクローリングとかを少なくとも2、3ヶ月禁止して、で、それでどんなことが変わったかとかっていうレポートをポッドキャストでやろうと思い立ってから、なんと1年が経ってしまいました。なぜかというと、その2、3ヶ月禁止するっていうのが何度か試したんですけれども、なかなか、うまくいかなかったからですね。まあ理由は例えばちょっとストレスの多い時期があったとか、忘れてたとか、あとは暇すぎる時期があったとか、まあいろいろ言い訳はあるんですけれども、まあ簡単に言えばそれくらい依存しているからですね。で、なぜこの企画をやろうと思ったかというと、っていうかなぜ SNS とかをやめたかったかというと、SNS っていうか、ドゥームスクローリング、その意味もなくずっとショート動画とかをスクロールして見続けてしまうドゥームスクローリングだけをやめたいと思ったんですけれども、その理由は、他のポッドキャストで結構話したんですけれども、まあ簡単に言うと、自分がすごくつまらない人間になっている気がしたからです。ドゥームスクローリングって時間食うし、それをやってるとだんだんいろんなことがめんどくさくなってきちゃって、なんかやりたいこととか、やってみたかったこと、やらないといけないことをどんどん先延ばしにしたり、もしくはもうやらなくなってしまうっていう癖がついてき始めていたんですね。で、例えば友達に会った時に日々仕事とドゥームスクローリングしかしてないと話す内容がすごいつまんないと感じたんですね。こう、例えばよくいろんな人に会っていろんなところに出かけて、もしくはいろんな種類の動画であってもいろんな種類のものを見る。例えばドキュメンタリーとかニュースとか、あとは映画とか。そういう人はもっと話が楽しいけれども、普段ショート動画ばっかり見てると、それってみんな見てる内容ですし、基本的に内容はかなり軽いというか、そんなに深くないので、話す内容がないし、あったとしても、最近こんな犬が面白いことしてるの見たんだよねって、まあ、そうだね、面白いねで終わってしまいますよね。で、まあ、それでもいい人もいると思うんですけれども、まあ、私の場合はせっかく生きるなら楽しいとか面白い方がいいですし、あとは仕事上、ポッドキャストとか、インスタグラムとかでいろんなことを発信する必要があるので、その発信するときに自分の中の、引き出しに何も入っていないと、発信する内容もすごくつまんなくなってしまうので、まあ、日々もっといろんなことに触れて、いろんな体験とか感情とか知識をもっと入れないと、どんどんつまんない人間になっちゃうという危機感を覚えて、じゃあちょっとドゥームスクローリングを、制御しないとなと思ったわけです。で、さっきも言ったようになかなかうまくいかず、今まで、その企画をなかなかできなかったんですけれども、ついにうまくいきました。ここ3ヶ月から2ヶ月半くらいはずっと、ドゥームスクローリングをしてません。で、やっとできたきっかけが年末におばあちゃん家に滞在したことです。去年の年末から今年の年始にかけて、日本に一時帰国して、で、その時におばあちゃん家に行きました。その時の様子を Vlog に撮って YouTube にもアップしたので、よかったら見てほしいんですけれども、おばあちゃん家は山の中にあって、本当に綺麗な自然に囲まれてるんですね。で、もちろん Wi-Fi もないですし、あとは
プライベートの空間っていうのもあまりない家なんですね。すべての部屋がリビングにつながってるし、しかも、部屋の、ドアというか壁が和紙でできているので、まあ、みんないつもお互いのことが見えたり聞こえたりしている空間で、まあ、あんまり自分の殻の中に閉じこもるっていう時間もないんですね。で、私はこのおばあちゃん家が子供の頃から大好きで、毎回休みがあるたんびに行くんですけれども、まあ、せっかくそんな素敵な環境にいるのに、ずっと携帯を触ってるのはもったいないと思って、数年前からおばあちゃん家に行くときは、毎回デジタルデトックスをしています。なので今回もいつも通りのデジタルデトックスで、ショート動画とかをそこにいた1週間くらい見てなかったんですけれども、それが終わった時に、あ、じゃあちょっと今そのショート動画とかを見ない環境に慣れているので、このままできるだけやってみようかと思って、そのドゥームスクローリング禁止期間を始めてみたところ、今までドゥームスクローリングしてません。で、ドゥームスクローリングしていないと言っても、ショート動画のドゥームスクローリングは完全にしていなくて、一切していなくて、でも、仕事とか、あとは個人でインスタグラム、友達のインスタグラムとか、他の人の投稿を見ることはあるし、あと、文字媒体のソーシャルメディアはチェックしています。X とか、スレッドとか。なので、今回は、なぜ一部のソーシャルメディアを見ることは許すことに決めたのかも含めて、ドゥームスクローリングをやめてみて、どんな変化があったかとか、どんなことに気づいたかを、皆さんにシェアします。それでは、まず一つ目の一番大きな気づきは、私たちは実はそんなに忙しくないかもしれないということです。ドゥームスクローリングをやめてみて、最初に気づいたことが、やばい、めっちゃ暇だ、ということです。私たちっていつも多分みんなやってみたいこととか、やりたいこと、あとはやらなきゃいけないことって仕事以外にもプライベートでもいろいろありますよね。例えば、家族ともっと電話したいとか、旅行の予定を立てたいとか、この趣味を始めてみたいとか。で、いつも私たちって、でも忙しいから、今は仕事が忙しいから、今は家族のことが忙しいからとか言って、やらないっていうことが多いですよね。でも、私もそうだったんですけれども、まあ、ドゥームスクローリングやめてみて、めっちゃ時間あるということに気づきました。で、時間があるから、そういうやらないといけないこととかも、まあ、やろっかっていう気持ちになって、どんどんやって、最近例えばスペイン語の勉強も再開したので、スペイン語がついに上達し始めたし、で、そのおかげで新しい友達ができたし、あとは何だろう、友達と2泊の旅行があったんですけれども、その時のために、事前にゲームを用意したので、なんか旅行中すごい楽しかったし、例えば今日は土曜日なんですけれども、夕方夜まで予定がなくて、夜友達に会う予定があって、それまで自由なんですけれども、普段だったら朝起きて、で、携帯いじり始めて、まあ一日中いじるってことはないけど、まあ携帯いじって、じゃあ掃除して携帯いじってご飯食べてみたいな感じでダラダラ終わっちゃうと思うんですけれども、まあ朝起きてそれ以外にやることがないから私はなんとバルコニーに出てコーヒーを飲みながら日記を書いたんです。で、しかも友達に会いに行くときに友達が夕飯を作ってくれるので、じゃあなんかお礼に、なんかデザート持ってこっかなと思って、そのデザートのレシピとかも事前に考えていたんですね。この事前に考えるとか、まあ、やらなくてもいいけど、やったらいいことをするっていう時間のことを、私は心の余裕と呼んでいて、私がというか、日本語ではそう言うんですけれども、以前この心の余裕について、ポッドキャスト1本分使って話しました。なので、キャプションに入れておくので、さっき言ったドゥームスクローリングがなぜ私にとって悪いかっていうのも
のの、エピソードもキャプションに入れておきますが、この心の余裕の動画もなんか見ただけで心に余裕ができたっていう嬉しいコメントとかもあったので、ぜひ見てほしいんですけれども、そのドゥームスクローリングをやめてみて気づいたことは、この心の余裕って実はできるものではなく作るものなのかなということです。忙しい忙しいっていつも言ってる時って、じゃあいつか忙しくない時が来るかなって思ってたんですけれども、実は携帯を見るのをやめてみたら忙しくなくなった。その時間って自分で作れるんだっていうことに気づいたんですね。もちろん本当に忙しいっていう人もたくさんいると思うんですけれども、今って多分歴史上一番暇な時代ですよね。洗濯も自分で手でゴシゴシやんなくても洗濯機に入れたら終わっちゃうし、あとはお掃除ロボットとか食洗機とか使ってる人もいるし、買い物も行かなくても携帯で全部終わっちゃうし。なので、いろんなことがパッパパッパと終わるので、暇な時間はたくさんあるはずなんですね。なので、もし、その仕事は普通の時間に終わって、で、別に毎日友達に会うとか、毎日趣味の教室に行くわけでもないのに、なぜかいつもちょっと忙しいな、なぜかいつも心がいっぱいいっぱいな気がするなって思ったら、ちょっと1週間でもいいので、SNS を完全に禁止してみてください。実はそんなに忙しくないということに気づくかもしれません。で、私はですね、逆に、暇になりすぎて、ちょっとしんどかったです。というのも、もちろんおばあちゃん家にいる間はずっと家族と一緒にいるし、で、おばあちゃん家から帰ってきて、東京の両親の家にいる時も、まあ、仕事とかして、夜ちょっと暇になったら、そのリビングルームに行けばお父さんかお母さんがいて、まあ、ずっと喋るわけでもなくてもお母さんが読んでた新聞をちょっと読んでみるとか、お父さんが見てたテレビを覗き見するとか、いろいろ暇つぶしの方法があるじゃないですか。で、それがスペインに帰ってきてから、まあ、スペインにいる時はよく友達に会うんですけれども、もちろんそれもずっと一緒にいるわけじゃないので、家に一人でいるっていう時間もたくさんあるんですね。で、そしたら、その暇な時間に携帯を触らないとしたら、じゃあ例えば部屋の片付けするとか、あとはやらないといけないことも終わったらどうするか。で、私も家でできる趣味もいろいろあって、例えば編み物とか、音楽を聴くとか、本を読むとか。でも、すっごい疲れている時って、なかなかそういう趣味をする気力もないじゃないですか。で、そういう時に一切携帯を触れないっていうのは結構辛かったんですね。やっぱり、ドゥームスクローリングって頭を使わないので、やるのがすごい簡単じゃないですか。なので、こう仕事の合間合間に、こうベッドに横たわって、ドゥームスクローリングをして、脳を休めるっていうのは、なんか、たまにはすごく助けになるっていうことに気づいたんですね。なので私はさっき言ったように完全に SNS を禁止するんじゃなくて、私が個人的にすごく中毒になりやすいショート動画のドゥームスクローリングだけやめて、スレッドとか、友達の投稿とかは見ていいということにしました。なので皆さんも、絶対に SNS を禁止ってやると多分続かないし、こう今の時代の流れ的に暇な時間ができすぎてしんどいっていうこともあるかもしれないので、あの自分、時間を食われすぎない SNS の使い方をするのは全然いいと思います。あと、人生のタイミング的に SNS にすごく助けられる時もありますよね。例えばものすごい辛いことがあって、なんかちょっとでも時間があるとそのことを考えてしまってすごいしんどいっていう時、もちろん理想的にはなんか運動とか友達に会うとかで気を紛らわすのがいいですけれども、まあそうはいかないので、そうはいかないことも多いので、そういう時は全然ソーシャルメディアにちょっと依存してるかなっていうくらい使っても全然いいと思うんですね。
で、あとは正直本当に忙しかったら多分携帯って自然と見ないですよね。私も仕事がものすごく忙しくて、しかもなんか仕事後も友達の予定が入ってる時は1週間ぐらい気づいたら自然とドゥームスクローリングしてないっていう時もあるので、忙しくなったら多分やめると思うので、やめられない間は、自分って生活に余裕があるんだなって思ってても全然いいと思います。もし皆さんも、ドゥームスクローリングをやめてみて、時間ができて、もっと日本語を勉強する時間があるってなったら、ぜひ、サヤズジャパニーズスクールで日本語を勉強してみてください。サヤジャパニーズスクールでは、3種類、嘘です。4種類のコースを提供しています。一つが、オンデマンドコース。オンデマンドコースは、いつでもどこでも自分が好きな時にすでに録画されてある、コースを、ビデオコースを受けることができます。次がプライベートレッスン。プライベートレッスンでは、サヤズの先生と1対1でオンラインの授業を受けることができます。で、サヤズの先生は JLPT 対策専門とか、フリートーク専門とか、文法専門とか、それぞれの先生が、専門を持っているので、皆さんのやりたいことに合わせて先生を選ぶことができます。次がライティングコースです。ライティングコースは、自分で好きなものを1週間に1回書いて提出して先生に直してもらうんですけれども、これは、Zoom のミーティングとかが一切なくて、メールだけで全て終わらせることができます。なので、完全に自分で勉強するんじゃちょっとだらけてしまうけれども、ズームミーティングとかを受ける時間もないっていう人にとって、ちょうどいい、コースとなっています。そして最後が今回新しく登場するグループレッスンです。グループレッスンは4月中旬から2026年は4月中旬から6月中旬を予定しています。ウェイトリストが3月中旬からオープンして、で、実際のサインアップは3月下旬頃を予定しています。今回のグループコースは、以前、ポッドキャストに登場していただいて、すごい、好評だった、ともこ先生に担当してもらって、初中級の文法コースと、文法集中コースと、あと、会話集中コース、2種類用意しています。詳細は、インスタグラムや、YouTube の、ポストでも後ほど出すので、ぜひ、参加してみてください。では、2つ目に気づいたことは、自分は、コンテンツ自体に依存しているのではなく、ドゥームスクローリングで見るコンテンツに依存しているのではなく、スクロールという行為自体に依存していたのかもしれないということです。というのも、例えば朝起きて、携帯のアラーム止めて、で、その後すぐにベッドを出ないとしたら、なんかやっぱり携帯を開いてしまって、開いたままにして、何かスクロールしたいと思ってしまったんですね。で、その時に別にインスタグラムじゃなくてもよくて、もしスレッドとか文字媒体のアプリが入ってたらそれでもいいし、なんならニュースとかでもよかったんですね。なので、まあ、つまりは、朝起きてベッドでぼーっとする時間がなんとなく嫌で、何かこう指を動かして何かを見ていたいっていうことに依存しているのかなと気づきました。で、朝起きた時だけじゃなくて、例えば何かを待っている時とか、少し時間ができて暇な時とか、こう、やっぱり手と脳が暇で、何かをしてそこを埋めたいというか、手と脳を忙しくさせていたいから、ドゥームスクローリングを始めてしまうっていうことも多分たくさんあったと思うんですね。で、実際にショートビデオのドゥームスクローリングをやめてから、仕事とかでインスタグラムとか使うので、たまにそのショート動画って流れてくるんですけれども、それがちらっと目に入った時って、全然面白くないっていうことに気づいたんですね。前まではあんなに
何時間見ても飽きなかったショート動画がたまに一つ二つ見るとつまんないなーって思ってしまうんですね。もちろんすごく情報がたくさんで役に立つ動画もたくさんあるんですけれども、なんか面白い動物とか面白い人とか、なんか流行りのことをしている TikToker とか、ああいうのってどれもみんなほぼ一緒だし、ほとんど中身がないし、あのー見て、わあ、これ面白いとは思わないんですね。なので、ショートビデオのドゥームスクローリングを禁止してから3週間ぐらいして、ああ、また見たいっていう気持ちは一切なくなったんですね。ただ、文字媒体の SNS、スレッドとかは、今度はそっちに依存してしまったんです。で、スレッドの内容も面白いかって言ったら、別にそうではないと思うんですね。あの、人々の日常的なつぶやきとか見ても、わあ、これ面白いってあんまり思わないんですけれども、その次々と出てくる情報をスクロールするっていう行為自体を私の脳みそがすごく求めているので、ついついやってしまうという状態になったんですね。なので、まあ、これは良くないと思って、えっと、今は、その文字媒体のアプリも一つだけしか入れてなくて、で、それも1日1時間の利用制限をかけています。で、利用制限かけると1時間経つと今日はもうダメですって出てきて、で、分かったって言って出るか、15分延長するか、今日はもう無視する、その制限を無視するっていう選択をできるんですけれども、中にはそういう制限かけてるけど、毎回無視しちゃってあんまり意味ないっていう人もいると思うんですけれども、私はそれでも制限をかけておくことをお勧めします。なぜかというと、こう、ドゥームスクローリングしている時って、時間がどれくらい経ってるかって、超時間の感覚を失うじゃないですか。なので、そういう制限をかけておくと、まあ、もし、延長しちゃうとしても、最初の1時間だったら、あ、もう1時間もドゥームスクローリングしてたんだ。その後15分だったら、あ、もうあの後から15分も経ったんだ。っていう風に時間の感覚を思い出させてくれるので、まあ、あるとないだったら絶対制限はかけておいた方がいいのかなと思います。3つ目の、気づいた変化は、意外にも自分への嫌気が減ったということです。自分への嫌気っていうのは、例えば、一日中動画を見ちゃったとか、仕事の後ずっと動画を見てたら夜になってしまったとか、そういう時って、まあ私たちみんなそういうのが良くないっていうことは知っているので、やっぱり反省するじゃないですか。わあ、最悪だ。ずっとスクロールしてたから時間経っちゃった、みたいな。で、そういった日々の小さな反省がなくなるって、すごい、あのーなんだろう、ベースとなる自分の気分に変化をもたらしました。ベースとなる自分の気分っていうのは、まあ簡単に言うと、最近日々ハッピーです。毎日毎日、ああ、またやっちゃった、反省しよう、ダメだ自分はって思うことがないので、なんか全体的に常にポジティブな感じですね。あとは、そういうふうに自己肯定感が上がった以外にも、頭がすごい整理されているというか、脳が常にクリアな感じがします。こう、暇さえあれば動画見てた時って、なんだろう、常に頭にもやがかかっていて、こう、今のこともあんまりよく考えられないし、先のこともあんまりよく考えられない上に、いざじゃあ動画を見ていない時はいろんなことが不安になってきて、心配したり、過去のことを後悔したりとか、で、それで、あ、やばいやばい、ちょっと気を紛らわさなきゃと思って、また動画を見始めて、で、このループで永遠に頭がぼやっとしているか、もしくは何も見ていないときは頭が早く回転しすぎてストレスになるっていう悪いループにはまっていたんですけれども、それをやめてから、まあ、簡単にご想像できる通り、そういうどっちもなくなった。何もしない時間がたくさんあるので、
考える時間もたくさんありますよね。なのでそういう時にガッとたくさん考えて、で、夜寝る時になったら、まあそんなにもう考えることもないので、こう自然に休めるという感じです。まあ、それだけで、SNS をやめるだけでそういうふうにすぐに変化があるわけではなくて、私の場合はランニングをよくするので、ランニングの時にもうなるべくとことんそこで考えます。で、20分ぐらい走ってると考えることもなくなっちゃうので、最後はなんか走ってる時に海沿いを走ってるんですけど、ちょっと海の景色を見て、ああ、綺麗だなとか、思って、で、最後家に帰る時にはすごく気分が良くなっているっていう感じなんですけど、これももしずっと家にいて、携帯見ていたら、考えさせる時間がないじゃないですか。だから寝る前に結局いろいろ考えてしまったりするんですね。で、こういうふうに考える時間をたくさん設けると、こういうふうに能動的に考える時間をたくさん設けると、こう自分の生活が自分のコントロール下に入っている感じがし始めます。こう前はどん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 時間に食われている感じがしたんですけれども、今は今何しているか、今日はどんな日だったか、どんな気持ちなのかっていうのをすごく簡単に見えるので、あの、自分で自分を持っているというか、携帯に振り回されていないという感じがします。最後の気づきは、私はショート動画とかでもちろん面白いものとかもあるんですけれども、いろんな人のプライベートの生活もよく見ていたんですね。で、そういう時によく、わあ、いいな、この人の生活、ああ、いいな、この人の、家族とか友達とか、この人の見た目とか思っていたんですけれども、ああいう風になりたいっていうのがほとんどなくなりました。で、じゃあその希望とか自分の理想っていうのがなくなったかというと、そうではなくて、ああいう風になりたいではなく、あれがしたい、これがしたいに変わったんですね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、例えば朝食にアボカドトーストを食べるような暮らしがしたいとか、食べるような人になりたいと、朝食にアボカドトーストを食べたいって違うじゃないですか。で、SNS をよく見ていた時は、ああいうその前者がたくさん多かったんですけれども、SNS をやめてから何かやりたいと思ったら、あ、じゃあやればいいじゃんって言って、すぐそれをやるようになったんですね。で、それはなぜかというと、やっぱり時間がたくさんあるので、ちょっと朝食にアボカドトーストを食べたいっていうのは、良くない例だったんですけれども、例えば、編み物で洋服を作ってる人を見て、わあ、こんなのやってみたいな、こんなのをやるような生活だったらよかったなって前は思ってたんですけれども、今は、あ、じゃあやろっか。今日仕事終わりに毛糸屋さんに行って買ってみようとか、そのやり方知ってる友達いるから会って教えてもらおうとか、行動力が増えて、なんだろう、あ、いいな、これいいなって羨ましく思ったり、やりたいなって思う時間が減って、実際にやる時間が増えたという感じですかね。で、もう一つは、ショート動画とかを見ているときって、いいなっていう、羨ましいっていう感情と、あとはもう一つ、ジャッジメンタルな感情もあるじゃないですか。この人こんなこと言ってる、きっと不幸せに違いないとか、この人こんなことしちゃうんだ、みたいな、すごい見てるときって、ジャッジして、で、他の人がコメント欄でどんなことを言ってるかとか見てるじゃないですか。それも、日常生活のレベルでも SNS 上でも減った気がします。他人への興味が減った気がします、全体的に。別に何しててもいいじゃん、彼らが幸せならっていうマインドセットになりました。まあちょっと今言った全てのことは私が Doom スクローリングをやめたからっていうのもあるし、あとは私が日々日常で日々学んでいるから、自分の感情と向き合って変化しようとしているからっていうのもあって、今言った全てが Doom スクローリングをやめたから起こった変化ではないし、
完全に全て変わったかっていうと、まあ、まだもちろんいろんな人のことを羨ましく思ったり、あとは、やっぱり Doom ス、あとは文字媒体の SNS でもスクロールしすぎてすごく反省する日もあるし、あとはすごく頭が忙しくて夜全然寝れないっていうこともたくさんあります。なので今話したことの70%か60%ぐらいを普段できているっていうだけなんですけれども、はい、なんかこんな終わらせ方になってしまって申し訳ないんですけれども、以上が、私が、ドゥームスクローリングをやめて感じたことの、紹介でした。皆さんは、どうですか？ソーシャルメディア、ソーシャルメディアやドゥームスクローリングとの関係性は、もちろんそれがすごく楽しくて別に悪いことだと思っていないっていう人は全然それでいいし、皆さんそれぞれの楽しみ方があると思うんですけれども、もしちょっと最近それに時間を食われすぎてて私もやめたいと思っているっていう方がいたら、おすすめなのは、その私がおばあちゃん家にいた時みたいに旅行とか他の人といろんなたくさんの時間を過ごすタイミングでやめてみて、でそこからこう続けていくっていうのがおすすめです。はい。もしやってみて効果があったらぜひコメント欄で教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!